今日はイタリア・ローマの街歩き。今回のローマ観光は少しイレギュラーでして、2日後にローマ教皇の葬儀が行われるという日程でした。まず訪れたのはサンタマリア・マッジョーレ大聖堂。今回ローマ教皇フランシスコはこちらの大聖堂に埋葬されるとのことで、取材陣も見かけました。このサンタマリア・マッジョーレ大聖堂はローマ四大バシリカの一つです。5世紀に建てられたこの教会はローマ最古の聖母マリアに捧げられた教会。黄金に輝く天井と荘厳なモザイクでは、教会を後にします。次に訪れたのはテイクアウトもできるピザ屋さん。せっかくだからローマでピザは食べとかないとね。はい、いただきます。このピザ、本当に生地がサクサクで美味しかったです。ローマで食べたピザは実はこれが最初で最後なのだけど、ローマの中のベストグルメの上位にランクインしてます。お腹が満たされたところで、次はコロッセオ。予約時間にちょっとギリギリなので小走りでコロッセオに入場しました。時刻は1時。今回残念ながら地下を見るチケットは入手できなかったので一般チケットになります。それにしても地下のチケット1ヶ月前からの販売なのですが、即完売すぎて一体どうやったらゲットできるのか謎に思いました。今はどこも観光地のチケットが事前入手必須です。コロッセオの全貌です。当時はどんな感じだったのか思いを馳せています。上の階をぐるーっと回ったところで、次は地上階に降りていきます。降りるとより近くからコロッセオの闘技場を見ることができます。教科書で見た景色を実際に見ることができました。コロッセオを後にして向かうのは隣にあるフォロロマーノ。入場の時はバタバタして見れなかったので、きちんと外からのコロッセオもパシャリ。フォロロマーノです。まずは上からどんな場所か見ていきましょう。フォロロマーノは古代ローマの商業、政治、宗教の中心地だった場所です。およそ2000年前はここで裁判や祭りが行われていたんですね。下に降りて散策を始めます。右側に見える柱が美しい建物、こちらは神殿です。時のアントニウス・ピウス帝が妻ファスティーノのために建てた神殿。奥にも遺跡がたくさん残っています。とにかく広いのでフォロロマーノだけでも1時間から1時間半くらいを見といた方が良き。
一応中に自動販売機がありましたが、本当に水分必須になるので気をつけてください。コロッセオとフォロロマーノを後にして次は広場へ向かいます。フォロロマーノからこちらのナボーナ広場までは歩いて20分くらい。もちろんバスもあるのですが、なかなかタイミングが合わず結局歩いてきました。綺麗だね。わあ。これはなんだ？建物を見つけたので入ってみます。広場に面していたここはバロック様式の教会。広場の噴水を建築したベルニーニとライバル関係にあったボロミーニの建築です。私のナボーナ広場のお目当てはこちらの文房具店。イタリアはこうした小さいオブジェというかレプリカのようなものが本当にかわいい。ありがとう。かわいい。こっちの隣も見ていい？さすが革の国イタリア。カバンだけでなくブックカバーも革でできています。旅行の思い出日記やお土産にぴったり。時刻は8時ですが、まだこの明るさ。この日の締めのデザートは何といってもティラミスです。ちょうど宿の近くのお店だったのでテイクアウトに。いただきます。うん。美味しい。でもこの距離でもう、これ溶けてんのか？いや、こういうものなのかな？うん。ちょっとでも美味しい。うん。美味しい。こんなに大量にティラミス食べれるなんて嬉しい。翌日はバチカン。今回の旅行で一番楽しみにしていた場所です。気合を入れて朝一番のチケット。バチカン美術館に関しては回り方も事前にチェックしていきました。バチカン美術館は複数の美術館が一体となった巨大な複合施設。
まず星印のところからスタート。左上の彫刻のエリア、ピオ・クレメンティーノ美術館を回ります。そのまま2階へ上がり、地図のギャラリーと呼ばれる長い回廊を進みます。そしてフレスコ画があるエスカドレア・ボルジアやラファエロの間を進みます。そのまま下に下っていくとシスティーナ礼拝堂があります。左に進んでいき、中央の庭園やラファエロ、カラバッチョなどの絵画が所蔵されているピナコテーカ絵画館を巡ります。今回こんだけ予習していてもルートを間違えて美術館を2周しました。おすすめの回り方としては、一番初めに来るべきはここ、古代ギリシャ・ローマの彫刻が並ぶピオ・クレメンティーノ美術館。有名なのは八角形の中庭やトロイの神官ラオコーンと息子たちが海から送られた大魚に襲われるシーンを描いた彫刻。なぜか壁の彫刻はぽっかり口を開けている。2階に上がってきました。向かうは地図のギャラリー。この回廊は本当に美しすぎて言葉を失いました。地図のギャラリーと呼ばれているように、ここには16世紀末に作成されたイタリア各地の地図40枚が並んでいます。右の窓からはバチカン市内の庭園。別のチケット購入で庭園見学も可能です。次のお目当て、ラファエロの間を目指して進みます。こちらは署名の間。壁にはラファエロの代表作の一つ、アテネの学童があります。この署名の間では、ラファエロが人間の知の理想をテーマに神学、哲学、詩、法律という4つの主題を壁画で表現しました。そしてシスティーナ礼拝堂。天井には旧約聖書の物語を描いた天地創造。祭壇画には地獄か天国か最後の審判が描かれています。We have a better view from the other side. Some people are. 時刻は11時。
およそ3時間たっぷり見てきました。最後に螺旋階段を下って美術館を後にします。続いてはサンピエトロ大聖堂。教皇の葬儀を翌日に控えたということもあって、もうびっくりするほど混んでたんです。先ほど訪れたバチカン美術館もバチカン市国内にありますが、サンピエトロ大聖堂は美術館を一度出て正面から入る必要があります。その列がどこから始まっていたかというと、なんと外壁をぐるっと回った美術館の出口から始まっていたんです。昼食後、列の最後尾を目指します。列に並んでようやく正面へやってきました。ここまでで30分、ものすごい人です。全く進んでないように思いますが、すでに15分経過。メディア向けにいろいろ設置されています。並び始めて45分経過しましたが、手荷物検査はこの先。広場の中は翌日の葬儀用に椅子が並べられています。この日の大聖堂は5時までと短くなっていました。3時間半並んでようやく大聖堂の中に入ることができました。大聖堂はとにかく大きくて、まるで巨人の神殿に迷い込んだ気分でした。中央のバルダッキーノをはじめ、奥の鳩のステンドグラスなど全てが神々しく感じました。そういえばバチカンのポストは黄色。バチカン市内の郵便局や美術館にてポストカードセットを買うことができます。私も記念にバチカン市内から手紙を投函しました。時刻は3時半。30分ぐらい見たね。3時に入って。葬儀の関係で制限されていたエリアも何か所かありましたが、サンピエトロ大聖堂は圧巻。こんな日に訪れたのも一つの思い出です。次回は水の都ベネチアを街歩き。